きげんよう。プロポーズされる時に指輪よりも180センチのロリスが欲しいシゲルです。今日のマレーシア知っとこのテーマは前回の続き、マレーシアの貨幣について交換編です。では早速お題に入りましょう。存在していた硬貨とその流通状況。まず1つ目はまだ使っていいそうですが、市場ですっかり流通していない1セントです。2008年4月1日から全ての支払いには四捨五入計算を導入して一銭の需要がなくなりました。ただし世間的には知られていませんが、実は一銭は法律上まだ使えます。もし一銭のいっぱい持っていていらないなと思ったら中央銀行に持って行って交換できます。また1リンギは今紙幣がほとんどですが、昔1リンギの交換も存在してありました。しかし紙幣に比べて使用率が低いため1リンギの交換は2005年12月5日以降使えなくなりました。硬貨のデザイン。紙幣がすでに4世代にわたっていることに対し、硬貨はまだ3世代しかありません。そして紙幣と比べてマレーシアの硬貨は割と旧硬貨がかなり出回っています。では紙幣と順番が逆ですが、一番古いデザインの第1世代からいきましょう。第1世代では1銭、5銭、10銭、20銭、50銭と1リンギがあります。1銭と1リンギは前述したように1銭は市場で需要が少なくなり、1リンギはすでに使用禁止となってますので、今コレクターから以外手に入れることはできません。1リンギがまだ使えていた時代にこちらの第1世代の1リンギも見かけましたが、今はもうすでに骨董品みたいな存在になりましたね。それに対して5銭、10銭、20銭と50銭はまた普通に手に入れます。残念ながら私の手持ちには1銭と1リンギがありませんが、ネットから落とした画像しかお見せできませんが、それぞれの硬貨は価値が大きいほどサイズも大きくなります。それに硬貨の表のデザインは全て同じですが、他の硬貨の星の角が13個あることに対して1リンギの星の角は14個あります。その次の第2世代は1989年に発行された硬貨となります。ここからそれぞれの硬貨の表のデザインがバラバラとなります。全ての絵柄はマレーシアの伝統に関わりのあるものばかりです。そして裏には数字の上に他のハイビスカスが彫刻されます。最新デザインの第3世代の硬貨は今までのイメージと違ってぶっちゃけ個人的にマジかと思うほどの柄となりました。全部の硬貨には第2世代と同じく数字の隣に国家のハイビスカスがあります。コスト削減のため50銭のサイズが前の20銭と同じ大きさになり、縁には何気に花びらの模様がついてて色が銀色から金色になりました。20銭は以前より一回り小さくなって色も金になりました。10銭は以前と同じサイズですが、5銭が10銭とのサイズが妙に区別できるかできないかぐらいのサイズとなりました。5銭の方が薄いですが、流通して5年間経ったにもかかわらず国民はまだ5銭と10銭の数字を見ない限り区別できない人が多いです。表には何を表しているかわけのわからない絵柄です。お会計上のハッシュ勝利。先ほどにも触れましたが、今のお会計が全て四捨五入になっていて1銭があまり使われなくなって、この状況を簡単に言うと日本で1円が使われなくなって、その時今までの消費税が1円単位になった時にどうするかというと、お会計の時に1銭と2銭になる場合0に切り下げて、3銭と4銭になる場合5銭に切り上げます。また6銭の7銭は5銭に切り下げて、8銭と9銭は10銭に切り上げます。マレーシアは消費税を導入したのが2015年だったので、それまでに細かい数字が出ないように値段の調整ができましたが、消費税の導入以来そのややこしい計算の需要が増えました。現在全てのお会計においてキャッシュレジスターは自動的にラウンドナンバーしてくれますので、自分で計算する必要はありません。また消費税のかかるものとかからないものについても優しいキャッシュレジスターは詳しくレシートに出してくれます。レシートの見方についてまた後日説明させていただきます。そして店によってクレジットカードでのお支払いの場合ラウンドナンバーにせず元々のお題で請求になることもあります。例えばガソリンスタンドとかですね。はい、
以上今回の紹介となりました。今回の動画は役に立ちましたか？もしお役に立ったらいいねボタンをいただけましたら嬉しいです。また何かご質問などがありましたらご遠慮なくコメントを残してください。ではシュリルでした。またねー。